どうも、花です。今日も台所詰まりやっていきます。いつも通り通水確認からスタートしていきます。この時に見るべきポイントは、水を流してからどのぐらいで水が上がってくるかを見ていきます。今回は比較的すぐ上がってきたので、詰まり箇所が近いんじゃないかなっていう予想ですね。で、水を止めてみて、どのぐらいのペースで流れてくかなって見てる感じですね。で、流れ切った後に音がするかどうか。今回で言えば排水不良プラスコポコポ音ですね。お椀を外した状態で水がどう流れるかもチェックしておきます。この状態で水が上がってくるってなると、ダブルトラップの線はまず少ないかなっていう感じですね。で、椀を外した状態でもすぐ水が上がってきたから、詰まり箇所はかなり近いんじゃないかなっていう予想です。とりあえず外からできそうだったので、外から高圧洗浄を入れていきます。ここが台所から一番近い外の排水マスになりますね。結構デロデロ系が缶の底にビターっといる感じですね。カメラはさっきの排水マスの1個下に置いて録画してます。高圧洗浄を入れる前に、マスの中を噴射で綺麗にしてっていう感じですね。ついでに今録画してる排水マスも綺麗にしておきます。ただね、なんかこれを見る限りデロデロ系の詰まりじゃないかなっていう予想ですよね。とりあえず外なんで一部五輪からスタートします。今はこの見てる排水マスの1個上から高圧洗浄入れて台所方向に向かってワイヤー入れてる感じです。なんか高圧洗浄を入れてみて、やっぱ案の定デロデロ系の詰まりかなってところですよね。こうやって取ってみて触ってみても、こうデロデロしてるっていうからデロデロの詰まりで、勝手に私が言ってるっていう感じです。このデロデロ系の詰まりでなんか正式ななんて言うんでしょう、名前とかってあるんですかね。油詰まりって言っていいのかっていう感じで、私個人的にはこう分けちゃってる感じですよね。油詰まりはもうなんか固形のザ油みたいなのが出てくればそうだし、ああいうペラペラ系はデロデロ詰まりっていつも言っちゃってますね。なんか分かる方いらっしゃったらちょっとコメントで教えていただけると嬉しいです。ここまで見ていただいたら結構分かりいいかなと思うんですけど、結構ね、デロデロ系の汚れってすごい落としやすいので、すぐこう水がきれいになってくれて、でその後高圧洗浄かけても汚れた色の水が出てくるっていうことも少ないので、私たちからするとめちゃめちゃに落としやすい汚れの部類に入りますね。だいぶ水の色も落ち着いてるので、外はこれで OK ですね。外の排水の清掃が終わったので台所に移動していきます。外から高圧洗浄をやってみて汚れの種類がだいたい分かったので、部屋内は一部のワイヤーでやっていきますね。この辺の汚れはほとんど蛇腹ホースにまとわりついてる、さっきお見せできたデロデロ系の汚れが上がってきてるって感じですね。外からの高圧洗浄はもうほとんど台所の真下あたりまでは入れてるので、台所からはもうほんとこのぐらいワイヤー入れてあげれば大丈夫かなと思うんですね。水流しながらワイヤー回収して内式を見ていこうと思います。実際にはワイヤー何回か出し入れしてるんですけど、動画上だとカットしてます。今、高圧洗浄しまして、配管の中の様子を見ていただければと思うんですけども、これが台所の排水管で、これ入れたメーター数になりますね。はい、でまっすぐ降りて、ここで回って、もともと薄い、後でお見せするんですけども、ペラッペラな汚れがいて、それは除去できているので、その缶の中の様子を見ていただければと思うんですけども、
基本的にこの、グレーの色とちょっと着色してるこの黒っぽい色が見えてれば大丈夫っていう形になります。油とかであればボコってしてたりとか付着してるのがこのカメラでわかるので、この辺はもうほんと1ミリとかの薄っぺらい汚れなので詰まりとかは大丈夫です。これにで外に行ったような感じになります。だいたいここの排水管から7メートルぐらいのところで外になりますね。で大きな汚れ等はないのでこれで問題なく使用できるのと、1点気になったのが、おそらく今回の排水管の中もかなり汚れてはいたんですけども、一番汚れてたのがこの台所の蛇腹ホースじゃないかなっていう見立てなんですよね。外から高圧洗浄を入れた時に、この下あたりまでは高圧洗浄が届いているのが確認できたんですけども、でその後ちょっと水流してもやっぱり上がってくるような状態だったんですよ。ってなると、あと清掃できてない箇所ってなると、ここの蛇腹ホースが汚れてるかなっていうところで、高圧洗浄した時もこの蛇腹ホース今きれいにしたんですけども、かなり汚れが出てきたので、今はこの蛇腹ホースの中の状況を見ていただければと思うんですけど、で蛇腹と呼ばれるようには本当にこのなんて言うんでしょう、ボコボコしてるのが見えてればまず問題ないかなというところで、おそらくこれがもともとその薄っぺらい汚れとかが徐々に分厚くなっていって流れを阻害してたんじゃないかなっていうところではあるんですよね。一通り確認終わったので、あとはお客様と流れのチェックをしていきます。これで水入れてきますね。それぞれやった時が一番強い水量が出るので、それで見ていただければ。そうですね、上がってこないので、ただこの最後ちょっとこの流れてる時にゴボっていうのは水量が多いので排水しようと空気を取り込んでる音なので、これはこの音はまた関係ないような感じになります。一番問題なのはこれが止めた後、流れていった後ゴボッと音が鳴るのが一番良くないような状態なので、それがもうビタッと水が溜まって引き込まれるような音はないので、問題ないかなっていうところですね。こまめに洗わなかったのが原因と考えていいんですかね。巣とかを定期的に清掃される方って多分かなり稀だと思うんですよね。なので、予防としてはこういったのがホームセンターとかに売ってるんですけども、でピタッとやっていただいて、簡単に言えば鍋の水とかを一気にバーって流してあげたりすると、水の勢いで缶全体を洗ってくれるみたいなイメージで詰まりの汚れにはなったりするんですよね。ただその水じゃなくてお湯の方がいいんですけども、60度以上高いようなお湯、熱湯とかを流してしまうと配管自体にダメージがいっちゃうので、給湯器で一般的にかけれる給湯器の温度ぐらいで流していただくっていうのが一番いいかなというところです。ベストは溜めて流す。溜めていく。こういった感じで溜めるか、鍋とかに水かお湯を入れていただいて、どうやって流していただくと、より排水の量が多くなりますので、あとここにシンクの中にゴミがないかを確認していただいて流していただくと一番水量が多く流れますね。それをそうですね、定期的に確定的なことは言えないんですけども、やられる方ですとやっぱ毎日なんか料理をやられるとか、週1回でもいいのでやっていただくと
づらくなる。そうですね、だいぶこれで変わると思います。そうですか。はい。ありがとうございます。特に蛇腹ホースってここからすぐ行ったところなので、そこに関してはもう一番水量が強く流れてくれるので、一番清掃しやすい部分ではあるので、はいこれをやっていただくだけでもかなり予防になるかなというところですね。ありがとうございます。最後に取れたものを確認して終わります。結構あれなんですよね、このデロデロ系のやつって高圧洗浄で粉々になっちゃうので、回収しようと思ってもなかなか回収できないので、この量ぐらいにはなっちゃってるんですけども、実際にはもう缶全体に、缶の底ですねにこれがブワーっといった感じですね。